皆さんこんにちは。美味しい引き出しのA子です。今日は紅茶とレーズンのミニ食パンを作ります。牛乳とバターを使わずに生クリームと練乳を入れたしっとりと柔らかい紅茶のパンは朝食やおやつにぴったりだと思います。100均のアルミパウンド型を使いますので、食パンの型を持っていなくても大丈夫。レーズン以外でもオレンジピールやクランベリーでもとっても美味しくできました。お好きなドライフルーツでアレンジを楽しんでみてください。それでは生地作りスタートです。材料です。強力粉、紅茶、砂糖、塩、ドライイースト、ぬるま湯、生クリーム、練乳、そしてレーズン。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵をします。分量の水の中から大さじ2杯から3杯くらい、この量は適当で大丈夫。お水を小さな容器に移します。私は最近このお水や牛乳を自製鍋で温めています。この自製鍋は、前回のかぼちゃあんパンの時にご紹介したんですが、簡単に言うと電子レンジの電磁波をカットして食材を美味しくするという魔法のようなお鍋です。最近この鍋を気に入ってよく使っています。この鍋の中に容器ごと入れて、こうやってね電子レンジにかけています。こういうのもねすっぽり入っちゃうんですよ。牛乳もこのように温めています。では蓋をしてだいたい40度くらいに温めてきます。はい、温めてきました。水の温度にもよりますが、今日は600ワットで15秒ほどチンしました。分量の砂糖の中から1つまみ、だいたい 1g ぐらいです。ここにイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしてブクブクと発酵するまで5分から10分ぐらい室温に置いておきます。ただいまの室温は26度です。次に粉類を合わせます。強力粉、予備発酵に使った残りの砂糖、塩、そして紅茶もここで入れます。カットしてダバーッと入れます。今日はアールグレイを使いましたが、お好みの紅茶何でも OK です。空気を含ませるようによーく混ぜ合わせておきます。はい、イーストの予備発酵が終了しました。7分ほどでこのくらいブクブクになっています。これをくるくると回転させながら生地を作るボウルにジャッと移します。残りの水も全部加えます。仕込み水の温度は季節によって変わります。今日は常温の水を使いました。先ほど合わせた粉類、これをだいたい半分くらい入れます。少しずつ入れてその都度よく混ぜるようにしています。よーく混ぜて粉が見えなくなって、このように滑らかになったらこれで OK です。蓋をしてこのまま室温に10分置いておきます。寒いなと感じるときは暖かいところに置いておきます。はい、10分経ちました。ではこの中に練乳と生クリームを加えます。練乳は 10g、 チューブのものは測りながら入れています。生クリームは冷たいものではなくて、常温に30分ぐらい出したものを使っています。軽くなじませたら残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るようによく混ぜます。ボウルの周りの粉をこそげ取るようにして、それから切るように、こんな感じで混ぜていきます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜ1分間、容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。1分ほど混ぜると生地の状態はこんな感じ。硬いかなと感じるときは少しずつお水を足して水分調整してください。ではここでレーズンを加えます。ちょっと広げてレーズンを一度に加えます。
このレーズンは熱湯に数分つけて、水分をよく拭き取っておきました。レーズンを混ぜます。生地をね、こんな感じで伸ばして、それで切るような感じ、こうやって伸ばして切るような感じ。この後パンチ作業でも混ざりますので、だいたい混ざれば大丈夫です。そうしたらボウルの周りをきれいにします。ヘラについた生地もきれいに落とします。そしたら下から上へ返すように生地の表面を整えます。だいたい20回ぐらい返します。で、生地の多いところでレーズンを覆うような感じ、レーズンが薄皮1枚で覆われるようなイメージ、こんな感じで OK です。蓋をして今度は20分室温に置いておきます。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして20回ほど折りたたみます。伸ばして切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。向きを変えて伸ばして切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。これを繰り返します。はい、20回ほど伸ばして折りたたんだら生地の表面を張らせるように整えます。飛び出しちゃってるレーズンは中の方に押し込んでおきましょう。蓋をしてまた20分室温に置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。今日はパンチ3回です。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。伸びにくかったら5、6回で OK です。生地の表面を張らせるように整えます。蓋をしてまた20分室温に置いておきます。はい、20分経ちました。では3回目のパンチを行います。見て、結構こんなに大きくなっています。ふっくらしてかわいい。3回目も先ほどと同じ、ひっくり返してポンポンして5、6回折りたたみます。生地の表面を整えたら2倍になったのが分かりやすいように平らにならします。出ちゃってるレーズンは中に押し込みます。蓋をして2倍くらいの大きさになるまで暖かいところで一次発酵させます。今日はよく晴れてとても暖かいので窓際で発酵させようと思います。はい、一次発酵が終了しました。蓋につくくらいまで発酵するのに今日は35分ほどかかりました。生地の様子はこんな感じです。では重さを測ります。 534g でした。ガスを抜きます。今日は6分割。1つ 89g に重さを揃えます。はい、同じくらいの重さに揃えました。では丸めます。この時底はしっかりと閉じなくても大丈夫。固く絞った濡れ布巾をかぶせて15分ほどベンチタイムを取ります。
本日使う型をご紹介します。おなじみダイソーさんで購入したアルミパウンドケーキ型ナンバー10です。ここに小さくナンバー10と書いてあります。6枚入りのものを2枚使います。型の内側にバターや油を塗って使ってもいいんですが、オーブンシートを敷いて使おうと思います。はい、ベンチタイムが終了しました。では成形します。両面に薄く粉をまぶします。ガスを抜きます。そして丸め直します。きれいな面を表にして表面を張らせるように丸めます。底はしっかりと閉じます。それで最後に手のひらをお椀型にして前後にこう揺らします。そうするとこんな楕円型になります。卵型みたいな感じ。これで OK。 そうしたら型に入れていきます。軽く押さえます。はい、最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で30分くらいから様子を見ます。ちょっと表面が乾燥しているので霧吹きで表面を湿らせます。生地が型から2センチぐらい出るのが発酵完了の目安です。では乾いた布巾をかぶせていってきます。はい、では仕上げに使う材料を準備しておきます。今日は溶き卵や牛乳を塗らないで生クリームを生地に塗りたいと思います。これね、適量、そんなにいっぱいはいらないです。小さじ1杯ぐらいかな。それからグラニュー糖、アーモンドスライス、そしてバター。バターは 12g を12等分、1つ 1g ずつですね。そんな正確じゃなくていいんですけど、このように12個に分けておきました。最終発酵が終了しました。35度で30分ほどでこのくらいの大きさになりました。型から2センチぐらい出ています。オーブンは180度に予熱をスタートしました。こう触ってみてへこんだまま戻ってこないくらい、これが発酵完了の目安になります。先ほども言ったんですが、今日は溶き卵や牛乳ではなくて生クリームを表面に塗っていきます。生クリームを塗って焼くとね、美味しいんですよ。今日はね、生地に生クリームを使ったのでぜひやってみてください。塗るときはハケの根元を持って寝かせて塗るようにすると塗りやすいです。そうしたらハサミで結構深めにカットします。はい、次にバター。バターは使う直前まで冷蔵庫で冷やしておきます。間違えちゃった。私12個作っちゃったんだけど、今日使うの6個だった。間違えちゃった。これ次回使います。ってことは、バターはだからこれ 1g ずつね、6g 使いました。すごいよね。バターの数間違えるのすごいよね。なんだろう、私夢見てたのかな怖い怖い。グラニュー糖はたっぷりが美味しいです。このくらいでいいかな。アーモンドスライスはお好みでかけてください。私はね、好きなのでたっぷり。バターの上にね、こう乗っけるといい感じになると思います。よし、アーモンドもたっぷり乗せました。では180度で22分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。180度で20分、170度で2分、合計22分焼きました。はい、これで完成です。しっとり柔らかい紅茶とレーズンのミニ食パンはいかがでしたか？配合を変えて何度も試してやっと完成しました。バターとグラニュー糖とアーモンドスライスをのせたらもうたまんない美味しさです。次の日も柔らかさが続きますので、そのままでも美味しいですが、厚めに切ってトーストにするとサクッと香ばしくて、これもおすすめです。お好きなドライフルーツでぜひ作ってみてくださいね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。
この動画が少しでも良かったと思ってくれた方は、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。